はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、CCZ-CZ10 ティエンゴン天候輪 1DD プラス 4BA ハイブリッドモデルです。これ、フェイスプレートが歯車デザインじゃん。装着するだけでスチームパンク妖精になれそう。歯車をモチーフとしたデザイン、神業のような出来栄えという願いを込めて、天候輪というモデル名になっているようです。CCZ のモデルって、このチャンネルでは結構レビューしてるよね。サムネイル画像で振り返ってみると、こんな感じになってるんだ。やっぱり結構あったね。レビューしていないモデルもあるけど、3000円ぐらいまでのリーズナブルな価格帯で 1DD や 1DD プラス 1BA モデルが多く、エントリーモデル中心のラインナップという印象。レビューしていないモデルにウォーリアというモデルがあり、これが 1DD プラス 3BA ですね。あと、以前プルームというモデルが 1DD プラス 4BA でしたが、価格帯が2万以上でした。なので、今回の CZ10 は1万円以下の CCZ モデルの価格帯では BA 数が最多だと思います。はい、Amazon での価格が8999円。CCZ の中では高めの価格設定だな。そうだね。概要欄に期間限定クーポンコードあるから見てみてね。ジャックさん、聞いた感じはどうだった？そうだね。最初の視聴は波形も価格もわからない状態で聞いたんだけど、ついついいろんな曲を聴いちゃった。多分自分好みのチューニングなんだろうなと思っていたけど、その通りだったわ。確かにバランス良さそうな波形ですね。次にイヤーチップの比較です。メモリーホームもバンドルされていましたけど、大きくて同音感に入りきらなかったので、通常タイプとディバイナスベルベットを比較しています。大きな違いはなさそうだけど、ベルベットの方が少し小域が出てるかな。視聴とサウンドチェックにはベルベット使うんでしょ？そうだよ。CZ10 はフェイスプレートに歯車モチーフのデザインが入ってて、見た目の個性が強いです。かっこいいよね。ボディが完全なメタル製で、片側 11.5g。これも CZ10 の特徴です。重めですが金属の質感が伝わってきます。CCZ のモデルでオールメタルボディってもしかしてなかった？そうね、なかった気がするわ。装着感は今まで発売された CCZ のモデルと形はほぼ同じで違和感なく、重みも特に気になりませんでした。音漏れの心配もほぼありません。ドライバーはまず 10mm のダイナミックタイプが1機。磁気回路が強化されてて低域の制動力が高い。つまり量感はあるけど膨らみすぎない低音が出るってことになる。BA は2個ワンセットで中小域用と小域用に分かれる。チューニングがいい感じだったから刺さるような刺激はほとんど感じなかったな。今回の比較モデルがちょっと気になるんですが、一つは KBE や KS10、そしてもう一つは KZZS10 Pro 2。共通点はドライバー構成が CZ10 と同じ 1DD プラス 4BA ということ。ZS10 Pro 2のチューニングスイッチは1110で低域マックスにした状態。波形の傾向は CZ10 寄りな感じだね。KS10 は2キロ以降の波形のアップダウンが大きくて特徴あるね。サウンドチェックではそのあたりの違いを聞いてもらえればと思う。音調整の基準は CZ10。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Keep it going. It's a move, it's a groove, it's a feeling. Gonna rise, getting hot to the ceiling. What you want, gonna get it. Gonna work, cause you win it. Never let go. Tall skyscrapers, chasing paper. Party all night and we sleep all day. Movers, shakers, Wall Street blazers. You're so high, they about to break. I want that. Ooh, level up, that's my kind of vibe. And if you want that,
はい、サウンドチェックでした。CZ10 が音調整基準でしたが、波形通り KS10 との差分が大きかったですね。そうだね。同じ 1DD プラス 4BA でもチューニングの違いは大きいね。KS10 はボーカルが前に出やすい傾向。その代わり6キロ付近中心の範囲はここを出した分の調整でかなり絞られてる。特徴がはっきりしてるね。好き嫌いがはっきり分かれそう。ZS10 Pro 2はチューニングスイッチが低域マックスのセッティングだったけど CZ10 より明るめな傾向だったね。そう、低域マックスにしても CZ10 ほどじゃない分全体のバランスがやや高域寄りということが明るめに聞こえた要因の一つだろうね。あとはこの帯域の出方の違いも影響あるだろうけど。そうだよね。それでは CZ10 を主張した印象をお願いします。まず低域。CZ10 は質感のいい低域が特徴だと思う。量感あるけどベースラインはモワモワせずしっかり追える。スラップのプルもバランスよく聞こえる。バスドラのキックはビーター側はあまり強調されずローなり中心といった感じ。タム系、特にフロアタムの深みのある鳴りがいいね。フロアタムの鳴りは判断基準の一つになってるのね。そう、低域がしっかりしているから多少量感があっても気にならないしパンチがあって好印象だわ。中域は波形では出すぎず絞りすぎずに見えますがどうでした？あまり特徴は感じず全体のバランスを考慮した結果のチューニングなんだろうね。中高域2から5キロにかけてはあまり強調されていないのでボーカルはそれほど前に出る感じじゃないけどバックに溶け込みやすく聞きやすい。6キロ付近に山があるから視察音はあるにはあるけどそれほど強くは感じない。突出せず刺さらずって感じだよね。広域のシンバル系はうるさく感じることはなかった。感触系ではないけどウォーム系ってわけでもない。愛にはちょうどいい感じに聞こえましたよ。確かにサウンドステージは広いし定位もしっかりしていて楽器の位置が分かりやすい。だから安心して長時間弾いていられたよ。どんな人向きかな？とにかく低域優先っていう人にはちょっと物足りないかも。基本バランス重視だけど低域もしっかり欲しい人にはいいんじゃないかな。とにかく聞いてて不満な点って特に感じなかったんでクーポン使って割引価格で買えたらお値段以上なんじゃないかなって思ったよ。ですよね。はい、ということで 1DD プラス 4BA ハイブリッドモデル CCZ、CZ10、ディエンゴン、テンコーリンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。